こんにちは。ペダルに引き続きモザ R16 ホイールベースと FSR フォーミュラホイールを購入したので、今まで使用していたファナテック DD1 フォーミュラ V2 との比較を行いました。まずは開封しながら各製品を見ていきましょう。まずはホイールベース R21 と迷いましたが、性能差がトルク上限値の違いだけなので値段の安い R16 にしました。ステアリングも価格を考えて GS とデジタルダッシュの組み合わせよりお安く済むので FSR に。メインのフレームはトーレ製 5mm 厚のカーボンファイバー、グリップはパンチングレザーです。カーボンファイバーの磁気シフターとデュアルクラッチパドルが装備されています。音はバチバチとかなり大きいです。発光するボタンは10個、発光色10色をそれぞれに設定できます。各パーツの質感は非常に高品質です。800×480 4.3 インチデジタルダッシュを装備、15種類のインターフェースを表示できます。ロータリーエンコーダーは5個あります。設置するボルト穴の位置は全く同じです。そのまま付け替えれば OK なのですが、モザは 40mm ほど前に出てきます。前後位置は調整が必要です。ホイール直径はファナテック 270mm に対してモザ 280mm。 モザは産業用モーターで最大16ニュートン、ファナテックはシミュレーションレース用に特別に設計されたアウトランナータイプのモーターで最大20ニュートン。モザは本体を水平に置くとステアリング軸に若干角度がつきます。高さはモザが 50mm ほどコンパクトです。モニターをギリギリまで下げて設置したい方にはいいのではないでしょうか。それでは交換していきます。まずは今までのホイールベースを取り外します。重いので注意。取り付けは L 字のアルミアングルでがっちり固定します。自作のアルミフレームは1、角度を無段階で調整できます。前後角度の調整をして今までと同じ位置に設置。かなりコンパクトですね。それではテスト走行で性能チェックしていきます。テストは毎度おなじみの鈴鹿サーキット。条件は前回ペダル比較の時と同じにしています。ホイールベースのそれぞれの設定はこちらです。ベーシックセッティングのプリセット GT を使用。突き上げ感が強かったのでロードセンシティビティを10から8に下げました。まだまだセッティングは手探りな状態。今後走り込みながら煮詰めていきたいと思います。まず感じたことはフォースフィードバックの強さと細かさの違いです。最大トルクはファナテックが上回っているのですが、モザの方が重く感じます。ファナテック DD1 はのっぺりと重い感じ、波形が滑らかな感触です。一方モザ R16 はギザギザと尖った感触で路面の凹凸、縁石を踏んだ振動が細かく伝わってきます。この違いは解像度と信号の処理の差ではないかと推測します。どちらかがすごく優れているわけではなくて、どちらを選んでも失敗はないと思います。ホイールベースによって使用可能なステアリングが限られてくるので、お好みのステアリングで選んでみてもいいんじゃないでしょうか。コーナーでのアンダーステア、オーバーステアの感触がモザの方が感じ取りやすいです。カウンターステア
かい修正も反応が早いです。パドルの音はかなり大きく、結構響きます。特に左のパドルの音がうるさいので、何か対策を考えたいと思います。タイムはモザ1分52秒731、ファナテック1分52秒918。若干タイムは向上しましたが、ペダル変更時ほど差は出なかったですね。ファーストインプレッションはいい感じ。これからセッティングを煮詰めていきます。最後にお値段の比較です。モザの公式ホームページからドル建てで購入しました。ご存知の通り円安が続いていてお得な購入方法ではなかったです。普通に国内代理店で購入するのと値段の差はないかも。今回の比較はあくまでも草シムレーサーが操作したiRacingの F3 マシン限定でのレビューになることをご理解ご了承ください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。